魏の武将、文平、文中行になぞらえられた日本の戦国武将は、堺正久、もしくは堺正道、もしくは堺正成とも呼ばれる織田信長に仕えた武将、堺右近正久です。こんにちは、筆案フラフラ祭と申します。このチャンネルでは、江戸時代後期の書籍、英傑三国志伝を紹介しています。これは、絵本体後期と通俗三国志を比較した書籍です。英傑三国志伝では、通俗三国志に登場するあまたの武将たちを、その様々な逸話や家族関係に基づき、絵本体後期の侍たちと対比しており、例えば福島正則と張飛の対比など、その例えの巧妙さに感心させられます。さて今回は、織田信長の家臣として知られる堺正久が魏の武将文平になぞらえられているというお話です。堺右近こと堺正久は織田信長の草創期から仕えた勇猛な武将です。京への上洛戦、伊勢攻め、浅井朝倉との戦いなど、様々な戦で先鋒を務めた猛者でした。特に知られるのは元亀元年の姉川の戦いです。この戦いは元亀元年6月、1570年7月、織田徳川連合軍が浅井朝倉連合軍を迎え撃った大規模合戦でした。近江の国姉川河原で両軍が激しくぶつかり合い、最終的に織田軍が勝利したものの、激戦で両軍に多数の死傷者が出ました。この姉川の戦において、堺正久は先鋒として出陣します。この時、嫡子の堺中蔵も参戦しています。辛いことに敵方の磯野丹波守に押し崩され、嫡子の堺中蔵を失うという痛恨の敗戦を経験したのです。しかしその後も屈せず、次なる戦、滋賀の陣へと志願して参加するのでした。滋賀の陣とは、元亀元年1570年9月16日から比叡山をめぐって繰り広げられた長期戦で、浅井朝倉連合軍と織田軍がまたも対峙しました。信長は戦のみならず、兵糧攻めや調略も駆使し、最終的には比叡山焼き討ちへとつながっていきます。この戦いの最中、堺正久は敵の兵糧の集まる片田の裏に船で奇襲を仕掛け、一時は成功するも、数千の敵に包囲され、最後は奮戦の末、自陣したのでした。その忠勇の詩は、信長後期にも、一人当選の働きと記されています。さて一方、三国志演義に登場する文平、五冠末期から魏に仕えた猛将です。主君劉氷の没後、曹操に仕え、甲賀大使として南方防衛の要となり、幾度もの戦いでその勇猛さを示しました。この役割において文平は、甲賀を十数年にわたって守り通し、孫権の大軍にも動じず、冷静に城を守り抜きました。その胆力はまさに守りの名将です。文平は数万の呉軍に攻め込まれても臆することなくたびたび撃退。特に孫権自ら率いる大軍相手にも冷静に対処し、反撃に転じたと伝えられています。彼の戦歴の中でも有名なのは、劉備の追撃戦でしょう。劉備の追撃戦とは、慶州の劉氷に身を寄せていた劉備が、劉氷の死後、領民たちを連れて逃げ出した時の曹操軍による追撃戦のことです。いわゆる長藩の戦いのことで、張飛がしんがりを務めることで劉備を逃すことに成功しました。この時曹操側の追撃軍の武将が文平だったというわけです。三国志演義の中では、張飛に一括されて慌てて逃げ去る曹操軍の武将たち、すなわち曹操、夏侯惇、夏侯派、李典、岳信、張合、許褚の中に文平は入っていません。文平の役割はそれよりも以前、夏侯燕と共に龍禅を救った趙雲を追いかけていたはずが逃げ帰ってきて、張飛がしんがりを務めていて防ぎ立てられたので逃げてきたと曹操に報告する役目を負わされてしまっています。これは文平が史実で先鋒であったことを反映していると思います。というわけで、演技ではかっこ悪い役回りの文平ですが、史実では不利な状況でも戦局を安定させた武将だったようです。その堅固な防衛は、敵国呉にすら一目置かれたと伝えられています。さて、ここまで順にお話しした2人、堺正久と文平が英傑三国志伝において結び合わされた理由は何なのでしょうか。堺正久と文平、2人を結びつけた共通点はおそらく、勇猛果敢な先鋒の将であったこと、そしてそれが川沿いの戦いで発揮されたという史実でしょう。勇猛さゆえに先鋒を任され、時に敗北するも最後まで勇気を失わず、持ち場を死守し命を賭して戦った。この姿が共鳴し合ったのだと思われます。命を燃やして戦場を駆け抜けた猛将のイメージ。
それが酒井右近と文平のなぞらえの核心だったのでしょう。勇猛果敢さを貫いた酒井右近正久と義の文平。こうやって英傑三国志伝がこの一筆に何を託したのか、それを考えるのは歴史小説を味わう妙味ですね。しかしながら、全体にぴったりはまるなぞらえとは思えず、今回のなぞらえ星は星一つです。作者周宗庵にも難しいなぞらえがあるということですね。最後に英傑三国志伝の原文をご紹介して今回の講釈を終えることにしましょう。酒井右近正道、酒井右近正久、織田の行進。姉川の合戦に先方の大将として磯の丹波守が優位に砕かれ、二の見の戦に長政が本陣めがけ攻め入るところ、遠藤喜右衛門、酒井半助らに切り立てられ、敗走にこれを無念に思い至りしが、その後、浅井朝倉比叡山に陣頭、信長と対陣す。敵方の兵糧、片田の裏に積み蓄えたるを、不意に船にて押し寄せ両前を奪う。両家の将士、これを聞き、5004人中に取り込め、攻め戦う。右近十分に戦い、腹をかき切りて、片田の裏に屍をさらせど、なお今のように残しつける。義の交渉軍、文平と須。さて、次はどの武将がどの三国志の英雄になぞらえられているのでしょうか。それは次回の講釈、お楽しみに。筆案フラフラ祭でした。